こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が、無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。今日は社交的なふりを捨てましたというテーマでお話ししていきます。僕は昔からあまり社交的な人間ではありません。大人数で集まる場所より一人で静かに過ごす方が好きです。初対面の人が多い場所では何を話せばいいのかわからなくなります。誰かと長時間一緒にいると楽しかったとしても帰宅した後にどっと疲れます。予定が一つあるだけでその日の朝から少し落ち着かなくなります。人が嫌いなわけではありません。誰とも関わりたくないわけでもありません。ただ、人と関わるために必要なエネルギーが少し多いのだと思います。それなのに僕は長い間、社交的な人間のふりをしていました。明るく話さなければいけない。沈黙を作ってはいけない。誘われたら喜ばなければいけない。人付き合いが少ないと思われてはいけない。一人が好きだと言うと寂しい人だと思われるかもしれない。だから本当は帰りたくてもその場に残りました。話したいことがなくても何か話題を探しました。誘いに気が進まなくても断る理由を考えるのが面倒で参加しました。そして家に帰るとしばらく何もできなくなりました。今振り返ると僕が疲れていたのは人と会っていたからだけではありません。本当の自分とは違う性格をずっと演じていたからです。内向型の人は社交的でないことを欠点のように感じやすいと思います。学校でも会社でも人とすぐに打ち解けられる人は評価されます。たくさん話せる人、場を盛り上げられる人、顔が広い人、誰とでも仲良くできる人、そういう人は社会の中で分かりやすく活躍しているように見えます。一方で静かな人は何を考えているのかわからない、ノリが悪い、もっと自分から話した方がいい、人付き合いも大切だよ、そんなことを言われることがあります。もちろん人と関わる力は大切です。自分の考えを伝えることも助けを求めることも必要です。でも人と関わることができるのといつも社交的に振る舞うことは別の話だと思います。必要な時に話すことはできる。大切な人とは関係を作れる。でも大人数の場では無理に盛り上がらない。誰とでも仲良くなろうとはしない。一人で過ごす時間も必要とする。それでも何も問題はありません。社交的でないことと人間として未熟であることは同じではありません。僕はミニマリストになってたくさんのものを手放しました。着なくなった服、使っていない家具、いつか必要になると思って残していた道具、持っているだけで管理が必要になるもの、そういうものを減らしていくと部屋が少しずつ静かになりました。でも、暮らしを軽くするために手放せるのは物だけではありません。自分に合わない予定、義務のように続けている付き合い、人からどう見られるかという不安、そして自分ではない性格を演じること、それらも持っているだけで管理が必要になります。社交的なふりをするにはかなりの準備が必要です。会う前にはどんな雰囲気になるかを考えます。何を話すかを考えます。服装は大丈夫か？遅刻しないか？沈黙したらどうしようか？相手に退屈だと思われないか？会っている間は表情や相槌を気にします。自分ばかり話していないか？逆に黙りすぎていないか？楽しくなさそうに見えていないか？そして帰宅した後には一人で反省会を始めます。あの言い方は変ではなかったか？もっと別の返事をすればよかったのではないか？相手を不快にさせていないか？実際には何も問題が起きていなくても、頭の中では人付き合いが続いています。カレンダーに書かれている予定は2時間でも、内向型の僕にとっては、その前後まで含めて1日分のエネルギーを使うことがあります。
だから僕は人と会うとき別の人間になろうとすることをやめました。無理に話題を増やさない。沈黙を必要以上に怖がらない。疲れてきたら適当な時間で帰る。誘いに気が進まなければ無理に理由を作らず断る。楽しいふりをしない。一人で過ごしたい日は誰にも会わない。少しずつそういう選択をするようになりました。最初は不安でした。付き合いの悪い人だと思われるのではないか。人が離れていくのではないか。社会から孤立するのではないか。でも実際には無理な付き合いを減らしても大切な人との関係まで全て消えるわけではありませんでした。むしろ誰にでも合わせようとするのをやめたことで本当に安心できる関係がわかるようになりました。たくさん話さなくても平気な人。返信が遅くても気にしない人。しばらく会わなくても関係が変わらない人。同じ部屋で別々のことをしていても落ち着ける人。沈黙を埋めなくても気まずくならない人。僕にとって大切だったのは、たくさんの人から好かれることではありませんでした。少ない人の前で社交的なふりをせずにいられることでした。人間関係も持ち物と少し似ています。たくさん持っているほど豊かに見えることがあります。友達が多い。誘われる予定が多い。連絡先が多い。休日のスケジュールが埋まっている。そういう状態は外から見ると充実しているように見えます。でも、持っている関係のすべてを維持するには、時間と気力が必要です。返信する。予定を合わせる。会話を続ける。誕生日を覚える。相手の近況を気にする。もちろん、それを楽しくできる人もいます。人との交流によって元気になる人もいます。ただ、僕の場合は、関係が多すぎると、本当に大切な人へ渡せるエネルギーまで足りなくなりました。誰にでも感じよく振る舞おうとして、家に帰った時には余裕が残っていない。外では愛想よく話していたのに、パートナーの前では疲れて黙り込む。それでは何のための人付き合いかわかりません。だから僕は人間関係を広げることよりも、自分が無理なく維持できる範囲を知ることにしました。ミニマリズムは何でも少なくすればいいという考え方ではありません。必要なものを大切にするために必要ではないものを減らす考え方だと思います。人間関係も同じです。すべての付き合いを捨てるのではありません。大切な関係を守るために自分のエネルギーを使う場所を選びます。僕は以前より付き合いが少なくなりました。予定も少なくなりました。連絡を取る人も多くありません。でも以前より孤独になったとは感じていません。むしろ自分に合わない場所へ無理に出ていく回数が減ったことで、一人の時間を穏やかに過ごせるようになりました。一人でいることと孤独であることは同じではありません。誰にも会っていなくても自分とつながっていれば落ち着いて過ごせることがあります。反対に大勢の中にいても自分を隠し続けていれば強い孤独を感じることがあります。僕が辛かったのは一人だったからではありません。人と一緒にいるときに自分ではない人を演じていたからでした。社交的なふりをやめてから僕は少し静かになりました。会話の量も減ったと思います。無理に予定を作ることもなくなりました。でもその静けさの中でようやく自分の感覚が戻ってきました。今日は家にいたい。今は話したくない。この人とはもう少し話したい。この集まりには行かなくてもいい。そういう小さな感覚を無視しなくなりました。もちろん内向型だからといっていつも一人でいればいいわけではありません。人と関わることで新しい考えに出会うこともあります。助けてもらうこともあります。自分一人ではできない経験もあります。僕も大切な人とは会いたいです。安心できる場所には参加したいです。ただ、すべての人に社交的である必要はありません。いつでも明るく振る舞う必要もありません。自分に合った関わり方を選べばいいと思います。たくさん話す代わりにゆっくり聞く。大人数の集まりではなく少人数で会う。頻繁に会う代わりにたまに深く話す。長時間一緒にいる代わりに疲れる前に帰る。その関わり方が
自分と相手の両方にとって無理がないなら、それで十分です。僕は以前、内向的な性格を直さなければいけないと思っていました。もっと社交的になれば、仕事もうまくいく。友達も増える。人生の選択肢も増える。そんな風に考えていました。でも今は、性格を変えることよりも、性格に合った暮らしを作る方が自分には必要だったと思っています。人と会う予定を詰め込みすぎない。一人になれる部屋を作る。通知を減らす。静かに働ける方法を選ぶ。大人数のコミュニティではなく、小さな関係を大切にする。内向的な自分を外向的な世界へ無理やり合わせるのではなく、自分の性格でも息ができるように暮らしを調整する。それもミニマリズムの役割だと思います。物を減らして部屋に余白を作る。予定を減らして時間に余白を作る。人付き合いを選んで心に余白を作る。そうすると、ようやく自分の声が聞こえてきます。本当は何をしたいのか、今日はどれくらい休みたいのか、誰と一緒にいたいのか、何を大切にしたいのか。社交的なふりをしている間、僕は周りの空気を読むことに忙しくて、自分の気持ちを読む余裕がありませんでした。今は誰かに好かれるための会話よりも、自分が落ち着いていられる沈黙を大切にしています。友達の数よりも無理をせずに続けられる関係を大切にしています。予定の多さよりも、予定が終わった後に自分が壊れていないことを大切にしています。内向型の僕にとって、豊かな人間関係とは、たくさんの人とつながっている状態ではありません。自分を演じなくても、誰かとつながっていられる状態です。最後に今日の話を一言でまとめるなら、僕が捨てたのは人間関係ではありません。人間関係の中で自分ではない人を演じることです。社交的な人になれなくても大丈夫でした。静かなままでも人とつながることはできます。一人の時間を必要としても誰かを大切にすることはできます。話すことが少なくても冷たい人間になるわけではありません。僕はこれからも無理に自分を大きく見せず、静かな自分のままで暮らしていきたいと思います。物を捨てるように、予定を減らすように、僕は社交的なふりを捨てました。そうしてようやく人と会っていない時間だけではなく、人と一緒にいる時間にも少しずつ自分でいられるようになりました。最後まで聞いていただき、ありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。